こんにちは、加藤です。今日のテーマは13歳の自分に向けて今の加藤さんからアドバイスを送りたいと思います。どういうことかというと、私13歳、中学1年生ですね。その頃やっぱり絵が好きで絵が上手くなりたいと思って漠然とそう思っていたんですが、では一体何から始めていいのかわからないっていう状態でした。絵が上手くなりたいという13歳に、私からのアドバイスは順番に3つお話していきます。まず、できることなら絵画教室に通うことをお勧めします。プロの指導者のいる絵画教室で学ぶ、そういった機会が持てるんであれば格段に伸びていくと思います。まだ心が柔らかいというか、頭が柔らかい、吸収力が強い多感な中学時代、高校時代、頭の柔らかい時代にですね、優れた指導者の下で専門的な絵画教室とかで学ぶことができるのであれば、相当なところまでいけると思います。もし可能であれば絵画教室をお勧めします。ちなみに私の場合なんですが、新潟の非常に田舎で生まれて育ったので、そういった教室はもちろんありませんでした。もし私が今ここに13歳としていたとしたら、多分親を説得して絵画教室に行っていたと思います。もし田舎だとか近くに教室がないとかって言って行けない場合、2番目なんですけれども、独学をお勧めします。独学って一言で言ったらこれです。 YouTube の動画、昔はね、初めてのデッサン入門みたいな本くらいしかなかったと思うんですが、今は YouTube の動画で相当なところまで解説しているし、具体的に見える状態でレクチャーしています。なので、もし絵画教室行けないという方は、これウニアトリエチャンネルのようなこういったレクチャー動画をちゃんと配信している、そういった動画で独学することをお勧めします。このチャンネルご覧の方はご存知だと思うんですけれども、私このチャンネルでこれまでに500本以上のチュートリアルというかレクチャー動画、それも実際に描きながら解説しているという動画を上げてきています。これ元を正せばですね、基礎デッサンというか、これから絵を始めたいという方、本当に初心者中の初心者の方に向けて、鉛筆の削り方とか水張りの仕方とか、あとは練りゴムの使い方、それぞれ道具ごとに、モチーフごとに詳細なレクチャー動画を上げています。これ目的はもう本当にこれにつきます。始めたいけれども近くに教室がない、先生がいないっていう方に向けて本気の授業を受けてほしいなと思いまして動画を作ってきたんですけれども、独学でこれから学びたいっていう方は相当数動画用意してありますので、それを片っ端から目を皿のようにして見てもらうと得るところが多いと思います。自分で言っちゃいますけれども、私の解説動画は相当なところまで本気で解説しています。絵を描く人であれば、実際に絵を描いていて困っている人、絵を描き始めてつまずく場面あると思うんですけれども、そういったところにフォーカスした解説をしていますので、絵を描いてない人には何のことを言ってるんだろうって結構ちんぷんかんぷんな内容かもしれませんが、何回も繰り返し見ることによって絵を描いている人特有のその時点で気をつけた方がいいとか気になるポイントについて、微に理細にわたって解説していますので、何度見ても見飽きない動画になっているんじゃないかと思います。ただ最初の頃の動画は画質もそんな良くないですし、照明も粗末なものしか使っていない。当初は iPhone で撮ってたのかな、音声が不明瞭だったり映像があまり綺麗じゃなかったりありますけれども、本当にね、目を皿にして見ていただければ、動画的に不備がいっぱいあると思うんですけれども、そこを目をつぶって動画の内容に集中しておおらかな目で見ていただければ嬉しいなと思っています。最後、3番目、これよく聞かれるんですけれども、学校の先生に見てもらって上達できるかっていうことに関してなんですが、学校の先生っていうのは中学高校の授業をやることが本来の目的なので、個人的にその生徒が絵が上手くなりたいとか、将来こんなことしたいんで絵を見てもらえますかって言って作品持ってきたとしてもですね、なかなか的確なアドバイスにはならないことが多いんじゃないかなと感じています。もちろん先生は生徒のことを最大に思っているので、ベストを尽くしてお話をしてくれる、好評アドバイスしてくれるとは思うんですけれども、やはりクリエイターを育てようっていうアートスクールとか予備校、そして絵画教室みたいな、そういったところの先生とはちょっと種類が違うかなと思います。なので学校の先生にそこまで求めるのはちょっと酷かなと感じます。
はい、今日はこれから絵を学びたいと考えている。だけれどもどこから手をつけていいかわからない13歳、中学生、そういった方に向けて私の考える学び方の種類3つお話ししました。できることなら絵画教室、プロのアドバイスが受けられる環境に身を置くといいでしょう。それがなかなか叶わない、地方在住とか近くにそういった教室がないという方は、こういう YouTube 動画、特にウニアトリエ動画ですね、これを見て学ぶのがもう最適だと思います。十分宣伝していますけれども、もしね、私が中学生の頃に YouTube があったら、スマホを持っていたら、もう本当に毎日ね、この動画見てると思います。この顔は見なくていいんですけれども、毎日この動画のレクチャー動画を見てですね、どんどん進化していったんじゃないかなと想像するので、私が全身全霊を込めて、その当時の自分に向けて、こんなことをその当時の自分が言われていたら伸びるだろうなって思うような解説を、レクチャーを書きながら、描きながら説明していますので、ぜひご覧ください。で、私の場合、先生に非常に恵まれたと感じていまして、で、中学の美術の先生、高校の美術の先生、そしてアトリエの画塾の先生、そして予備校の先生。いろんな時代があるんですけれども、それぞれの時代において、私が学んできた、身につけてきたことを、ちょっとね、かいつまんでお話ししておこうと思います。まず、中学時代に学んだ内容。パースペクティブ。これは中学の時に身につけた考え方、見方、捉え方。中学で学んだ以上のことは独学で身につけましたけれども、私のパースの原点は中学の授業です。1点通し、2点通し、3点通し。これですね。そして、色彩論というと大げさですが、色相関、十二色相関って言われる赤、青、黄色ってこう三原色を混ぜていろんな色ができますよ。補色の関係ってこうですよ。っていうような色相関、色の仕組み。で、最後にハッチング、手のデッサンを例に出しましたけれども、描写していく上で立体感を表現するのにクロスハッチング、タッチを利用するっていうのも中学の先生に学びました。そして高校の先生からもね、いろんなことを学んだんです。教育大を出た油絵を描く先生だったんですけれども、まず油絵の描き方を学びました。そして彫塑、粘土で首を作るっていうのを高校3年間ずっとやってたんですね。絵画よりも彫塑の方が性に合ってたというか、粘土が大好きだったというわけで、彫塑と型取り、石膏取りも3回4回くらいしたかな。その頃の授業で学びました。その後美術部の展覧会に出品する作品とかで、彫塑を石膏取りした酒造の作品をよくね、展覧会に出品したりしていました。もう一人講師の先生がいまして、それはね、私の日本画の先生はむさびを出られた先生なんですけれども、胡粉の練り方とか金箔の押し方とかぼかし筆の使い方とか、日本画のベーシックなところは高校の先生に学びました。次にね、画塾、高校の時に美大受験を志して通い始めた、個人で教えている画塾の先生に学んだのは、古典技法、テンペラからフランドル技法、混合技法っていうような技法に結構マニアックな先生で、その先生からは古典技法と構成、コンポジションを学びました。画面構成とはどういうものかっていうのをその時に学びました。そして浪人して予備校に行くことになるんですが、私が予備校で学んだと感じている最大のことは、うまい絵といい絵は違うということです。形を正確に取る力に関しては、多分その当時予備校の中でも、上手に正確に形を取る力はあったと思います。なんですが、上手に描くっていうことと魅力的ないい絵を描くっていうのはどうやら違うぞって気づかせてくれたのが、その予備校時代になります。友人の R 君っていうのがいたんですけれども、その彼はめちゃめちゃ絵が汚いんですね。下手くそで、こう言っちゃうんですけど、下手くそで汚くて、だけれども魅力的な絵を描く、そういう絵を描く友人がいました。私は上手にうまく描くけれども、魅力を自分自身で見てですね、つまらない、魅力を感じない絵だなと思っていた時に、そういった魅力的だけどへったくそな絵を描く友人に出会ったんですね。ちょうど、私とは真逆なタイプだったのかなと思うんですが、うまくないけれども、上手じゃないけれども、なんで魅力を感じるんだろうっていうのに気づかせてくれたのが、その R 君だったんですね。で、そこが私のどうやったらいい絵描けるんだろうって考え始める、あがき始める原点なんですが、そこがスタート地点で今に至ります。上手に描く、そっくりに描くっていうことは目的にはならなかったっていうのは、
その彼に出会ったのが、運命的な出会いっていうか、その作品を見てね、ショックを受けました。なんて言うんでしょう、身近にですね、巨匠の作品っていうと画集とか展覧会、美術館に行かないと見れないんですけれども、同じアトリエ内でそういったね、魅力的なんだけどへったくそ何度も言いますけれども、へったくそでもね、魅力的な作品っていうのはね、やっぱ私はすごい心を打つというか、心に残っていて忘れられないというか、本当汚いんですよ何度も言いますけれども、何がいいんだろう、どうして惹かれるんだろうって不思議だ、自分にない部分を持ってるから多分惹かれるんでしょうけども、不思議でしょうがない。でその秘密に迫りたいっていうのが始まりです。それまでの自分っていうのは上手な絵を描けば大学に入れると思い込んでいたんですけれども、どうやらその浪人しているめちゃめちゃうまいけれども落ちてくる先輩とかを見ていると、どうやら価値観が違うぞと、普段の講評会で先生の言う講評を聞いているとどうも違うぞと、なんか違う、ずれていると、自分が目指しているところのちゃんと合格に向かっていないなというのがなんとなく感じられまして、その一つがうまい絵といい絵がどうやら違うっていうことで、このチャンネルでもね、何回にもわたってお話してますけれども、まだね語り尽くしてないというか、伝えきれてないと思うので、多分今後もそのうまい絵といい絵についてのお話は何回でもやっていくと思います。本当に尽きないというか、わからない、終わりがない議論なのかもしれないんですけれども、続けていくと思います。で、多分それは加藤さんケンちゃんシリーズでやっていくと思うので、最近引っ越し始めたサブチャンネルの方ですね、ウニアトリエじゃなくて犬アトリエの方で加藤さんケンちゃんシリーズでそのいい絵うまい絵についての議論は展開していきたいと考えていますので、そちらもご覧ください。最後になりましたけれども、100人100作品高評会、応募したいという方、基礎デッサンをこの YouTube 上で公表するという内容なんですが、応募したいという方は LINE 公式アカウントに登録して来週火曜日に募集開始しますのでお待ちください。募集期間は3日間となりますので、それまでに30分以上のデッサンを5枚描いた人っていう条件ついてますから、まだの人はその条件を満たした上で応募してください。応募者の中から前期シーズン1は50人の方をこちらで選ばせていただいてご連絡いたします。その後作品を添付して送ってもらう形になるので、まだね応募する作品は手元に書いてなくても大丈夫です。当選された後書いても大丈夫ですので、まずは条件を満たして LINE 公式アカウントに登録するところまで、やってお待ちください。100人100作品高評会の応募条件について補足説明があります。ウニアトリエは大人の趣味の絵画教室なので、大人の人を対象にしてるんですが、年齢制限があります。中学生以上、小学生はご遠慮いただいてます。中学生以上で絵を始めたい、趣味で絵を描きたいという方、かつここ大事なところなんですが、美大受験とか美術系高校を目指している受験生の方はご遠慮ください。申し訳ないですけれども、ウニアトリエは受験予備校ではありませんので、そういったのを目指している方は予備校をお勧めしています。というわけで、社会人の方、中学生以上の社会人の方で受験生ではない方を対象に募集したいと思いますので、ぜひ LINE 公式アカウントに登録の上募集開始をお待ちください。今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録、いいねボタンを押していただけると私のモチベーションが上がって次の動画制作の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。